どうもよきと申します。今日は私がどのようにジオラマを制作しているのか、そのプロセスをお見せしようと思います。ジオラマ制作には細かいディテールと手間暇がかかりますが、完成した時の達成感は非常に大きいものです。今回は奇形作成から木やヤシの木の制作、そして最終的な仕上げまでの流れを紹介します。ジオラマ制作の基本的な流れ、まず最初にジオラマの基盤となる地形を作成します。私はスタイロフォームを使って大まかな地形を形作ります。スタイロフォームは軽量で簡単にカットできるので、山や丘、川などの地形を作る際に非常に便利です。その後、スタイロフォームの上にコンクリート補修液を塗布します。この補修液は地面を硬化させ、強度を持たせる役割があります。補修液が乾燥した後、カラージェストで元目をします。この工程を行うことで塗料ののりが良くなり、よりリアルな質感を出すことができます。次にメザリングペーストのマットレットを使って地面に汚れや泥の質感を加えていきます。これを塗ることで地面に自然な土の色がつき、ジオラマ全体のリアリティが増します。その後、コーヒーの出がらしをまいて腐葉土を再現します。コーヒーの出がらしは自然な土の質感を出すのにとても効果的です。地面を固定するためにはマットメディウムという接着剤を使用します。これを使うことで草やその他の素材をしっかりと固定することができます。木の作成、次に木を作成します。木の幹は細いワイヤーを使って形作ります。まずワイヤーを2つに折ってねじり、幹の形を作ります。その上からマスキングテープを巻き、幹の表面を形成します。枝を作るためにさらに細いワイヤーを巻きつけていきます。枝の形が整ったらトキパテを全体に塗り、さらにワイヤーブラシを使って木のテクスチャーを出します。この工程で木の表面に細かい凹凸をつけ、よりリアルな質感を生み出します。ヤシの木の作成、次にヤシの木の作成に移ります。ヤシの木も木と同じようにまずワイヤーを使って幹を作ります。その幹に紙巻きワイヤーを螺旋状に巻きつけて、ヤシの木の特徴的な幹の質感を再現します。マホガニーサーフェーサーで下塗りを行います。これにより木の色合いがしっかりと固定され、次の塗料がしっかりとなるようになります。その後、木の幹にはタミヤカラーのカーキドラブとデッキタンを混ぜた塗料で塗装します。これにより木の自然な色合いを再現します。ヤシの木にはデッキタンとバフを混ぜた塗料を使用します。さらに草を追加するためにマットメディウムを接着剤として使用します。そしてヤシの葉は折り紙を使って作成し、少し緑すぎた色味には黄ばみを追加して自然な色合いに仕上げます。した木をベースに植えます。地面が寂しく感じたので草を追加してジオラマにさらに生命感を持たせました。
サンドグラウンとシルバーを使ってさらに汚れを加えます。部分的に赤サビやラストオレンジ、デサビ感を表現し、最後にウォーカーソイルで軽く墨入れをしてメリハリをつけます。ガンダムエアリアルはジオラマのベースに固定して完成です。レジンでの水形表現、ジオラマの一部には水形を表現しています。まずレジン液を2種類温めて袋に入れ、フラットアースで色をつけます。しっかりと空気を抜いてよくもみ、色ムラがなくなったら適宜を加えて混ぜます。これをベースに流し込み、水面を作成します。波の表現、次に大波とさざ波を使って水面を作り出します。最初、波の側面が歪んでいたため、レジンを追加して修正しました。その後、仕切りを外すとコンクリートが剥がれてしまうという予想外の出来事がありましたが、すぐに修正し、側面を黒く塗って完成させました。まとめ、以上が私のジオラマ制作の一連の流れです。細かい作業や試行錯誤を重ねながらリアルな風景を作り上げることができました。